って美とは何かを読むという講座、担当します高橋純一と申します。よろしくお願いします。今、名前も出ましたけども、山本哲司さんが心的現象論について、それから三上治さんが共同幻想論について、それぞれずっとすでに講座を続けてらっしゃる。木幡さんもそれを多分踏まえてだろうと思うんだけど、こうなったら言語にとって美とは何かもやれというそれでようやく3本立てになったという感じで、変革のアソシエの講座の中の一つの柱にもなりうるのかなっていう気はいたします。ただ、正直言ってまだ今日1回目でどういう形でこの言語にとって美とは何かを読んでいくのかということをはっきり言えば自分自身まだ暗中模索のところがあります。字面で読んでいくことはもちろんできるわけですけれども、やっぱり今このテクストを読むことにどういう意味というかどういう意味があるのかっていうふうなことも考えながら、あるいはもうちょっと広くこの、言語思想というか文学思想、現在の状況時代状況の中における文学思想や言語思想の見取り図配置図の中で、この吉本さんの言語にとって美とは何かというテクストがどういう意味を用いるのか、どういう位置を用いるのかっていうようなことをいろいろちょっと考えてみたいというふうには思っています。で今もちょっと申し上げましたけれども、この言語にとって美とは何かっていうテクストは文学とは言語を使った芸術であると、文学とは言語による芸術であるという、基本的なテーゼですね。これを体系的にっていうのかな、なんて原理的にこの文学とは言語を使った芸術であるというテーゼを徹底的に原理的に掘り下げていくというか展開をしていく中で生まれた著作だと思います。そうするとこのテクストの中にはやっぱ2つの焦点というのが含まれていて、一つは言語そのものですね。言葉そのものの問題、言葉とは何なのか、言語というか言葉というか、それは何なのかっていう問題、これは広く言えば言語論であるし、あるいはこのテキストの中で吉本さんが使っている言葉で言えば言語哲学という問題になると思います。ただもう一つの焦点は今でうまく言語という言語を使った芸術であると、文学とは言語を使った芸術であるということで、最終的にはこのテクストが目指しているのはタイトルにもありますね、言語にとって美とは何か。ここでいう美というのは当然芸術が表現するべきものという意味で言えば、最終的には言語そのものというよりは言語を使って表現された芸術、あるいはその芸術が表現するその美というものが何なのかということ、それを明らかにすることがひいては文学の本質を明らかにすることでもあるという意味での文学論、文学原理論でもあると。でこの言語論と文学論という2つの焦点がこのテクストの中でどういうふうに交差していくのかっていうことがおそらくこのテクストを読んでいく上で、一つ問題になるところかなというふうにも思っています。いろいろ今本当に自分の中で模索をしている状態で、果たして何が出てくるか自分でも予断を許さないというふうなところがあって。大体僕はあんまり最初からピシッと全部見取り図作ってそれに基づいてしゃべるというふうなそういう高度な芸当ができない人間で、ほとんど悪く言うと思いつきの連続みたいなところで自分でも考えていなかったようなところへ議論がつながっていくというようなこともあります。そのあたりはちょっとご勘弁願いたいというふうに思うんですけれども。で、木幡さんは、事務局だけど、はい、どうぞ。木幡俊信と言います。まず大きい3つ言いたいと思います。1つは今回の企画の、目論見といいますか、それを1つ。2番目はマルクス主義の理論史に関すること。3番目は
吉本の三部作の統合的解釈に関することを一応3つを簡潔に述べたいと思います。今回の企画というのは、先ほど高橋さんも言われたように、吉本の幻想論三部作を丁寧に理論的に思想的に読んで、その吉本幻想論三部作の可能性、限界も含めて吟味をして、その最大限の可能性を引き出すというのが目論みになっております。高橋さんの言語を取っているとは何かに関する講義については適任だと思っていますので、お願いいたしました。2番目ですけど、マルクス主義の理論史に関することですが、吉本の幻想の三部作をマルクス主義の理論史の中で位置づけて、そしてその意義というものを適切に位置づけておく必要があるというふうに考えております。で、そのことは同時に次の問題とも関係するんですけれども、あらかじめ言いますと、いわゆるマルクス主義の理論と思想というのは歴史の目的論というのが一つの大きな核になっておりまして、歴史の目的論を解体した後にマルクス主義の宗教性を解体して、そしていわば歴史の現在性といいますか、そこにおける人間の根拠付けを行う、そういうような可能性を開くものとして吉本幻想の三部作があるというふうに考えております。なるほどね。そして3点目ですけど、総合的に解釈するですけれども、吉本の幻想論三部作を個々の異なったものではなくて、幻想論体系ということで統一的に解釈する道筋を探求したい。統一的にね。でも基本は言語を取った人は何かになるということではなくて、言語っていう、言語論というそういう切り口から総合的な解釈の道筋を考えてみたいと。そうすると、いわゆるヨーロッパマルクス主義のさまざまな議論があります。マルクス主義だけではなくてね、はい、だからそれは僕も今考えてて、おそらくこの後ちょっとお話をしたいと思うんですけど、20世紀に入ってヨーロッパを中心にして言語の問題についてはものすごく見方が変わったわけですね。いろんな根本的な言語間の展開みたいなものがあって、それを競うような形でほとんど言語間そのものが20世紀におけるヨーロッパ思想の一つのなんていうかな焦点っていうか一番の論争の場になっていくと言ってもいいくらいに言語そのものが20世紀の思想の焦点として浮かび上がってきたっていう経緯があると。そういう意味では吉本さんの仕事っていうのをその中そういう流れのさっき言った全体の中で位置づけたいっていうのは僕もそれを考えてて、マルクス主義ももちろんその一つで、その他現象学の問題、それから何といっても20世紀の言語論に関して言えば一番大きな問題なのは構造主義の問題だと思うんですね。いわゆる構造主義と呼ばれる潮流で、さっき言った記号論とかそういったようなものも広く言えば構造主義に入るわけですね。構造主義からさらにはそのポスト構造主義と呼ばれる流れもある。そのあたりの流れに対して吉本言語論っていうのがどういう位置にあるのかっていうのは、これはやっぱり我々が非常に関心があるところっていうよりもやっぱり見極めていかなきゃいけないところだと思うんですよね。という問題関心ですね。はい、お疲れ様でした。はい、清家と申します。今回は一応この講座の事務の担当になりましたので、よろしくお願いします。ちょっと忙しくて何回か休むとは思うんですけど、その時はどうもお許しください。でそれで高橋先生には大変いろんな意味でお世話になっておりまして。吉本に僕の吉本の関心っていうのは、恩人から本をもらったことなんですけど、読めなかったんですね、最初に。で読めなくてどうやったらこの本を読めるんだろうと思って、やっぱり術後の難しさっていうかがありまして、なかなか慣れなくて、で高橋先生が前のアソシエの講座でやられてた時に参加させていただいて、でそれでやっとその吉本を僕なりに高橋先生の解釈を通じながら読めるようになってきたっていうところがあるんですけれども、でもやっぱりそれぞれの施策が難しいっていうのがあって、ここで本当に皆さんすごいやっぱり世代的にお詳しい方が多いので、ここで本当に勉強させていただければと思ってますので、
どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、大口さんね、いろいろまたお世話になると思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、お願いします。ゆかみと申します。吉本さんはファンですね。もうゆかみさんは本当に長くて、前の講座からもうかれこれ10年以上のずっと講座のお付き合いという感じになってるんですけどね。吉本さんの作品ではやっぱり詩集が一番好きですね。それで入っていった人間なんで、初期の芸術的抵抗と挫折や叙情の論理や、あるいは異端と整形、犠牲の終焉、模写と鏡、自立の思想的にそういうの懐かしいところですそういうの読んできましたけども、そうですね、言語美もぜひね、勉強したいなっていうか、一生懸命読みたいなと思ってますので、よろしくお願いします。一つはなんですね、吉本さんの言語論、先ほど言語とは何かという原理論だというふうに申し上げたんですけど、もう一つ我々は忘れちゃいけないのは、吉本さんの言語体験というのは、今さんおっしゃった詩だと思うんですね。詩的言語というものから吉本さんの言語体験が始まっているということ、これはやっぱり我々見落としてはいけない。例えば言語にとって美とは何か、普遍理論のように書かれていますけれども、やっぱり詩人としての吉本龍明のその詩的言語との関わりとか詩的言語体験というものがやっぱり吉本さんの言語論あるいは言語観って言ったらいいかな、そういうものの非常に重要な核であるということはやっぱり見落としてはいけないことだと思うんですよね。ですから、折に触れてやっぱり吉本さんの詩的言語の問題っていうのはやっぱりこれから触れていく、さっきのイメージ論の話も出ましたけれどもということはあると思うんですね。はい。はい、じゃあ、しばしと申します。私もそれほど吉本さんを読んでるわけじゃありません。というか、20歳前ぐらいの時にいろいろ先輩から紹介されたり、あるいは先輩の本棚に並んでるのもちょっと借りたりして、いろいろ話されましたが、正直言って、ほとんど理解の外にあるような文化、今考えてみればあの頃なんか吉本だったりシグレビッチとかいろいろ読んでたんですけど、何だったのそういうの読んで何だったんだろうっていうのはほとんど残ってないような実情でございます。今回参加させていただいたのは、一つは高橋先生の講座にはね、この間ちょっと参加させていただいたつながりもありますけれども、もう一つはやっぱり 3.11 以後ということで、改めてやっぱ言葉、あるいは経験するってどういうことなのかということが問われる中で、そういう自分、今回その20歳の頃は全然なんか分かんなかったんだけど、今回そういう自分なりの今抱えている状況や問題意識に引きつけて、もし少しでも皆さん方とか教えてもらいながら読み進められたらいいかなと思って、参加させていただきました。3.11 の言葉という問題ですね、ありますね。はい、ありがとうございます。石橋さん、じゃあ、お願いいたします。大島と申します。はい、大島とこういう場所に来るのは前回三上さんの共同幻想論に来て2回目なんですけども、明日も出るつもりで、3部作を出るつもりで来てるんですけども、どういうところかも分かんなかったもんですから、来てから決めようっていろいろ思ってたんですけどそれじゃ困らないってさっき言われて。いやいいんです、これ冗談ですから大丈夫です。それでいや本当に私は高卒で大衆として39年間群馬県という組織で、下積みの仕事をやってきた人間でして、知的な経験点が全然ないんですね。だけど何か縁があって吉本さんとはずっと付き合いがあったもんですから知的な話は全然しないんですけど、生活の中でずっと付き合いを20年以上してきましたので、そうですか。耳学問としてなんとなく読むことは分かるんですけど、20年、それはすごいですね。厳密に知的なものとして、インテリとしてっていうか知識人として本を読んだり言葉をきちっと継承したりっていう経験がないんですね。それで吉本さんにそういう話をして、吉本さんの考えもうちょっと付き合ってて知りたいんですけどって言ったら、い
いや能力に差はないです面と向かって正面切って言われましてねどういう経験をしてきたかの違いだけで人には能力に差はありませんっていう断言をされましたけれども、そう言われても困ってしまっていまして、で仕事を終えてから今大学へ来てるんですけども、4年になったんですけど、一応東洋大学の日本文学で試験がほとんどなかったもんですから、受験勉強しなくて入れたもんですから、学生でやってきたんですね。でだけど全然レベルが違ってて4年間やってきたけれども、その吉本さんが問題にしてるようなところに届かない、もうすごい全然空白がありまして、それで今年休学をしまして、4年間ほとんど吉本さんの本読めないぐらいいろんなカリキュラムに追われて、試験で追われてやってきたんですけども、今年休学をしまして、1年間吉本さんを独学で読んでみたいなと思っていたところにこの情報を知ったもんですから、とにかく知的なことに対して分からない、つまり知的な訓練がされてないんで、やっぱり人と話していくっていうんですかね、やっぱり分かったことを分かってる人、いろいろ考えてる人と討論をしていかないと、やっぱりこういうことっていうのはダメじゃないかって自分なりにですけど、分かんないですけど自分なりにですけど、吉本さんそういうこと全然教えませんから、自分でやってきたなっていう感じでですから自分で考えて、こういうところにも出てきた方が一人で読んでるよりはいいし、私自身も一人で匿名を得る自信もないから、ぜひみんなにサポートをしてもらって、せっかく付き合った人に対して、死ぬまでにやっぱり何を考えていたのかってことを自分で分かって死にたいっていう思いがありました。それだけなんです。どういうきっかけで吉本さんと具体的にお付き合いというのは？つまんない話なんですけど、私の親友が不治の病で、輪動病っていうほとんど治らない病気にかかっていたんですね。でそいつがなんていうかどうせ死ぬんだからっつって吉本さんのところに来たわけです。30ぐらいの時ですかね、彼が。だから甘いって言えば甘いんですけど、吉本さんがそれを全部引き受けて、ずっと彼の面倒を見てたんですね。で私は途中から彼の付き添いで顔出してたんですよね。だからほとんど黙って後ろにいていたんですけど、何か日が経ってくるうちになんていうか、要するに人間関係ができてしまいまして、家族の人っていうか奥さんや娘さんとも仲良くて、そうこうしてるうちに私の方が何か残っちゃったんですかね、関係として残っちゃったっていう。だから亡くなる日まで私付き合ってました。入院してる日までも行って、その日も行ってます。でただそういう付き合いはあるんですけど、それはもう全然恥ずかしくて言うもんか言わないもんかと思ってこの前は全然そういうことは言わなかったんですけど、そういう付き合いがあるんですけど、全くその知っていうものに対しては私は無縁な人間でして、こういうつまり自分を実験台にして大衆って言いますか、その知的訓練をしなかった人間がやっぱり吉本の知っていうものに対してどういうふうに入り口があるのか、もし私が入れたらば次に入れる人もいるんじゃないかっていう、つまり高卒でもあるいはほとんど知的訓練をしてない人間でも入ってくる道筋ができるんじゃないか。ちょっとこれはちょっと野心がありすぎですけどそんな、力がないんですけど、あれですね、吉本さんが尊敬してた三浦勉という哲学者がいますけれども、三浦さん全然学校行ってないんですね。大学ももちろん行ってないし、旧制中学ぐらいまでしか行ってなかったんじゃなかったかな、確か。そういう意味では学歴というのは、吉本さんもそういうふうに考えられてたんだと思うんだけど、あまり関係ないことじゃないかと。いやしかし、ただそれは分かります。ただね、僕は聞いてて羨ましいな。僕も長時間、かなり長期間にインタビューとかそういう形で吉本さんとは接しましたけど、逆に言うとそういうお付き合いってのは全くなかったっていう、ね。私はだから時代劇の話とかね。そういう話したかったな、吉本さんとテレビの話とかね、一番やっぱり
一緒に酒を飲んだ体験がないまんま終わっちゃったっていうのはちょっとね残念だったなっていう気がします。それとなんていうのかな、今のね大島さんの話みたいな、吉本さんって直に会うとなんて言ったらいいのかな、なんとも言えずこうあったかいというか柔らかいというか、こういうだからこうものすごくなんていうのかな、懐かしくなる人っていうんですかね、直に話して本当にその横丁のおじさんみたいな感じのそういうこう温かさっていうか優しさっていうのかな、そういうのはもうおそらく吉本さんに直に会った人って誰しもが感じることだと思うんだけど、そういうものをすごく僕も感じたような気がします。だからこそそういう面でのお付き合いっていうのは全く僕の場合なかったのが吉本さん羨ましいなっていう感じがちょっとしますけれどもね。でもこんな大変なことだとは、吉本さんがこんな大変な人生を送ってるなんて、やっぱり中に入ってみないと分かんないっていうか、今もう中に入ってるわけじゃありませんけども、内在的に少しでもこうやろうと思ったら、いやー大変なんでそれはそうだと思います。それは思想家吉本だからここでは思想家吉本という形で考えていくっていうことになりますけれども、はい、そういうことです。少し長くなって申し訳なかったんですけど。変革のアソシの会員の西方と申します。吉本隆明の、講座は、前回、心的現象論と親鸞の講座とか、旧アソシの21の方から出させていただいているわけなんですけども、今回、言語にとって美とは何かということで、ですね、皆さんもご存知だと思うんですけど、昭和女子大でやった公演がありますよね。公演見られた方もそうですね。で、今も DVD になっているんですね。それでやっぱりそれをもっとそれすごく納得してよかったと思ってもっとこう深くやってみたいなというふうな思いながらそのまま素通りしてきたという部分がありまして、そしてそれでいわゆる芸術言語論において、特に僕の問題関心が美と政治の問題にあるというふうなこともあるので、やっぱ高橋先生が的なので、やっぱその辺高橋先生からいろいろお話も聞けたらなというふうに、思っております。特にさっきお話がありましたようにソシル以降の言語論、行動主義ポスト行動主義を踏まえたご上手さなされたと思うんですけれども、そういうようなことをどういうふうに読み解いていけばいいのか、あるいはマルクス主義の理論史の上でどう読み解くかというふうなことに関心を持っております。石門さんは専門家のルカーチという20世紀のハンガリーのマルクス主義哲学者で、もうすでにルカーチについて一冊本を書かれていらっしゃる。ルカーチだけではなくて、ルカーチを周辺にすると20世紀前半から中盤にかけてドイツ、ハンガリー、チェコといったようなところでは、言語思想とも関わる形で非常にユニークなマルクス主義的なその理論的模索というのがいろんな人たちによって行われています。で実は僕も本業っていうと本当はいけないのかな、もう本業がどこだか自分でもよく分からなくなってるので、一応大学ではドイツっていうことになってるんですね。でその中で特にフランクフルト学科っていうところが僕の一つのベースになってるんです。その中にバルタ・ベンヤミンっていう思想家がいまして、でこのベンヤミンも非常にユニークな言語論を展開してるんですね。で今回ちょっと改めて考えてみると、吉本の言語にとって美とは何かの問題とどうもそのベンヤミンの言語論あたりもある交差が可能じゃないかなっていう感じが今ちょっとしてるんですね。それはまさに先ほどの言えば自己表出っていう概念を通してると思うんですね。でちょっとこの後でお話をしたいと思うんですけれども、これはやっぱり20世紀の言語、特に芸術言語の問題におそらく非常に深く関わってくるだろうと思うんですけれども、その自己表出性という吉本さんが言語の自己表出性というものを言語の芸術性と文学というものを考えるときにどうしてもそこに注目せざるを得なかったっていう問題意識や単に吉本さんだけの問題意識というよりはもうちょっと広く普遍的な20世紀の言語論というか言語思想の問題に関わってくる
ところじゃないかなというふうに思ってます。そのあたりで例えばベンヤミンと、吉本龍明とベンヤミンの比較をやった人っていうのはほとんどいない。彼がいるか。細見さん。細見がいたね。細見君がいたけれども、彼ぐらいだね。でもまだほとんど本格的にされてないんで、もし機会があればそういうこともやってみたいというふうには思ってます。はい、じゃあ最後どうぞお願いします。柳川と申します。柳川。いや、ただ僕は学問を感化したい、そのだけで、手段として、ただ、一人で読むよりも、先ほど言われたように、みんなで読んだ方がより深まるということなので、わかりました。はい、じゃあどうもいろいろありがとうございました。皆さんのいろいろ問題意識があって、改めてちょっと少し、気合を入れてやっていかなきゃいけないなと覚悟を新たにしたところなんですけれども、で今日は具体的に言語にとって美とは何かの内容に入る上でのちょっと前提になるところのお話ということで、さっきもちょっと申し上げましたけれども、この言語にとって美とは何かっていう著作、2つ交差、縦軸と横軸というのは変ですけれども、この言語にとって美とは何かという著作、これが出版されたのが1965年かですけれども、ご承知の方も多いと思いますけれども、吉本さんは1960年の安保闘争、第一次安保闘争にコミットされて、その過程の中で、ある意味では僕自身の位置づけでいうと第二の思想的覚醒であったと。戦後直後が吉本さんにとっての第一の思想的な覚醒であったとすれば、60年安保とその後の過程というのは吉本さんの第二の思想的な覚醒の過程であったと思うんですけれども、その中でご承知のように自分の書きたいことを書ける場を確保するために「思考」という雑誌を発刊して、でその「思考」というその思考の創刊号から約3年ですかね3年にわたってずっと連載されたのはこの「言語にとって美とは何か」の原型であったということになるわけですけれども、そして本の形で言ったのは1965年ということですけれども、ここで一つまずこの縦線の吉本さんの、仕事の流れの中で考えた時に、この「言語にとって美とは何か」という仕事は一つは先ほど湯上さんがおっしゃったけれども1950年代に展開された吉本さんの主として文学論を中心とする仕事で、特にこの50年代の文学論の中心になった仕事っていうか要素というのはプロレタリア文学批判だったと言っていいと思います。日本の、昭和期を中心とするプロレタリア文学の在り方に対する極めて厳しい批判、これはもう一つ、そのプロレタリア文学を担っていたマルクス文学者たちが、30年代一斉に転向して、天皇制ファシズムに協力をしていったという、その戦争責任というか歴史的な責任の問題も含めてということになるわけですけれども、基本的にはこのプロレタリア文学批判というものを軸にして展開された1950年代の吉本さんの仕事、これは一番その中心的な著作というのは「芸術的抵抗と挫折」という本になると思うんですけれども、それらそうしたプロレタリア文学批判の中で、吉本さんの中に日本マルクス主義
の、なんてどう言ったらいいかな、総括っていう言い方はあれだけれども、日本マルクス主義が抱えていた病理っていうか、あるいはもうちょっと広く言えばマルクス主義既存のマルクス主義理論総体の抱えていた病理というものの徹底的な解明というものが必要であるという問題意識が芽生えたことは間違いないと思うんですね。で、そのことと、ちょうど、交差するようにして60年安保闘争で、60年安保闘争はいろんな性格を持つわけだけれども、一つ吉本さんにとってやっぱり決定的であったのは、60年安保闘争の過程の中で日本共産党を中心とする日本マルクス主義、既存の日本マルクス主義が、戦えない存在であるということを露呈させた。それとその一方でいわゆる新左翼と呼ばれる、共産主義者同盟軍党を中心とする新しい潮流が初めて政治の表舞台に登場していく、そこではっきりと日本マルクス主義の中に古い潮流と新しい潮流の分離というか対立が生じたというこういう状況の中で吉本さんのそのプロレタリア文学機関を通して得られた日本マルクス主義に対する批判的な視点というのがより原理的な形で徹底した形で行わなければいけないという問題意識が深まっていったことは間違いないと思うんですね。その中から出てきたのが僕は60年代の吉本さんの仕事で、それが最終的には幻想論と先ほど木橋さんが言ったような意味での60年代の吉本さんの原理的な仕事へもつながったことになる。その大きな出発点っていうか大きな一つの成果である出発点であると同時に成果でももちろんあるわけだけど、それがやっぱり言語にとって美とは何かという著作であったということになると思います。という意味で言語にとって美とは何かはその吉本さんにとってはその戦後から始まったその思想的な模索の過程というもの、それがその特にプロレタリア文学批判を軸としたその日本マルクス主義批判というものへと結実していく中で、さらにそれを原理的かつ普遍的に掘り下げようとする問題意識の中から言語にとって美とは何かへと向かう道筋というのが現れてきたと。でこの道筋はもちろん同時にさらにそれに引き続く形で共同幻想論あるいは心的現象論といったような仕事へもつながっていくことになると言っていいと思います。あるいは、60年代においてそうした原理論と、交差する形で書かれたその状況論としてのその模写と鏡あるいは自立の思想的拠点、その中が今言った自立という概念あるいは大衆の現像という概念、そうしたものがその今言ったような原理的な仕事とも交差する形で展開をされていくということ。僕は1960年代の吉本さんの仕事というのは日本の近代思想の歴史の中でも類を見ないほど多様で多産なちょっと驚くべき仕事だったんではないのかなという気がします。その多様性60年代以降と正確に言うと60年代のっていう60年代以降ですね。あれだけ多様なさまざまな問題に関してその状況論と原理論というものをいつもアクチュアルな形で交差させながら展開し得た思想家っていうのは吉本龍明しかいなかったというふうに言ってもいいんではないかなと思うくらいやっぱり60年からの吉本さんの仕事ぶりっていうのは一生なんていうのかな活火山の爆発みたいなものすごいエネルギーというものを感じるわけですけど、その出発点に位置するのはまさに言語にとって美とは何かであるというふうに言えると思います。さてもう一つの軸でちょっとまたおいおいもう一つだけちょっと触れておきたいのは、先ほど60年が吉本さんにとっての第二の思想的覚醒であるというふうに申し上げたんですけど、第一の覚醒が敗戦後の模索であったわ
わけですけれども、実はこの第一の覚醒と第二の覚醒の間には非常に共通した基盤というのがあった。それはまさに吉本さんのマルクス体験だと思うんですね。で言語にとって美とは何かも、さっき木幡さんがねマルクス理論史の中にというお話をしたわけだけれども、吉本さんのその戦後間もなくの、これは特に初期ノートにまとめられているノートっていうか趣向の中で、あるいはその後のプロレタリア文学批判につながる流れの中で、吉本さんなりの、特に資本論を読むという体験の中からつかみ取られたマルクス体験というのが、あると思います。これは非常に重要な、これはあれ正確なタイトル忘れちゃった。マルクス、ランボーもしくはマルクス、ランボーもしくはカール・マルクスの初中、あそこに一番明確な形でまとめられていると言っていいと思うんですけれども、でこれに対して第二の覚醒、まさに60年安保で特に既成マルクス主義というか、もっと後になるともっとはっきりした形でスターリン主義という言い方を吉本さんするようになるわけだけれども、スターリン主義というふうに捉えられることになる既成マルクス主義理論というものに対する批判、そこからのはっきりとした分離というよりもその原理的な克服に向けた理論的試みというものがこの言語にとって美とは何かと、それと実はこれとほとんど並行して一緒に書かれたのはカール・マルクスという著作であったと。僕は小さな本ではあるけれども吉本さんの60年代の思想的な歩みにとってカール・マルクスという本は、特にカール・マルクスの第一部の方だと言っていいと思うんですね。第一部というのは大変重要な本だと。これなしには幻想論というのはありえなかったと言っても過言でないほどカール・マルクスの第一部のいわゆる自然哲学の問題と宗教法国家の問題についての認識というものは非常に重要な意味を持っているという意味で、やっぱりその60年代の吉本さんの仕事を考えるときにマルクス問題というのが非常に重要な要素としてあることは間違いないと。この問題についてはまた折々触れる必要があると思います。ただ同時におそらく60年代で例えば言語にとって美とは何かっていう仕事に、あるいはその後の心的現象論等の仕事に取り組むときに今になってみるとちょっと分かりにくくなってるんだけれども、僕は吉本さんに非常に重要な影響を与えたのはサルトルだと思ってるね。当時の最も先端的な哲学としてのサルトル理論、サルトル思想というかな、サルトルの問題があったというふうに考えています。あるところで言えばやっぱりサルトルの奇跡と吉本さんの思想的奇跡っていうのは特に60年代あたりかなり交差する、オーバーラップする部分があると思うんですね。要するに正統派マルクス主義者ではない形でマルクスの思想というものを再解釈するというところを非常に自分の重要な思想的要素として組み込んでいるという点でサルトルと吉本さんのスタンスというのはある意味では非常に共通しているものを持ってたっていう気がします。あとはおそらく吉本さんの言語にとって美とは何か、あるいは心的現象論に対してもサルトルの想像力論が非常に大きな影響を与えているんではないかと。これは機会があったらちょっともう少し、ただあんまりはっきり吉本さんそこのところは書いてないんですね、残念ながらね。ただやっぱり想像力論の問題、そしてここからちょっとこっちの方の問題にもつながってくると思うんですけれども、サルトルは今言ったようにマルクス主義の問題ももちろんあったわけですけれども、彼のそもそもの出発点になった問題っていうのは現象学っていう哲学であった。で現象学の問題はこれは心的現象論をお読みになっている方たちはもうよくお分かりだと思いますけれども、
新的現象論において吉本さんがやっぱり主要に理論的に対決を試みている一つの流れというのは現象学的精神医学あるいは現象学的心理学理論だったと思うんですね。その一つの、典型的な例がメルロ・ポンティでありあるいは、もうちょっと広くとればメルロ・ポンティなんかとも関わりがあるけれどもいわゆるゲシュタルト系の精神医学や心理学の理論というものこれが心的現象論の中で吉本さんが最も本格的に対決すべきライバルっていうと変かもしれないけれどもで特にメルロ・ポンティの問題というのは吉本さんにとって非常に重要な要素を持ってた。そのあたりから考えて、現象学の問題僕はこれ実は何回か吉本さんにインタビューした時もちょっと現象学の問題っていうことについては伺ったことがあるんですけれどもあんまりはっきりしたお話はいただけなかったというのがちょっと心残りなんですね。だから吉本理芽と現象学という問題もちょっと考えてみる必要があるかなと。でそのあたりなんですけれどもねじゃあこの65年に、最初にこの言語にとって美とは何かが出版された状況を今度は当時の世界性っていう線でこう区切って見てみるとどういう問題が見えてくるか。そうすると1960年代特にこの65年から66年あたりにかけてというのは先ほどちょっと申し上げましたけれども言語を含む人間のどういうふうに言ったらいいんですか、文学とか芸術みたいなものそれから哲学、やさまざまな人文社会科学さまざまな分野にわたってかなりドラスティックな理論的転換が起きていた時期であると言えるんじゃないかと思います。先ほどサルトルの名前をちょっと出しましたけれどもじゃあ1965年あたりというのはサルトルの凋落が始まるちょうどサルトルが思想的に凋落し始める転換点であったと言っていいと思うんです。じゃあここでどういう転換っていうか変容が起きていたのか。で今サルトルの凋落ということを申し上げましたけれども一つの大きなきっかけになったのが最近100いくつ歳という長寿で亡くなったレヴィストロースというクロード・レヴィストロースという人類学者がいました。でこのレヴィストロースが書いた、サルトル批判これはレヴィストロースの野生の思考という著作の中に収められてで、これあたりからはっきりとそういう展開の動きというのが始まったと言っていいと思うんですね。で、レヴィストロースの仕事それからさらに1966年65年の翌年ですね66年になると実はこの年にもミシェル・フーコーの「言葉と物」というやっぱりこれもある意味では言語論という面を持ってるわけですけど、が出版される、さらには、ロランバルトの神話作用とか、要するに、いわゆる構造主義と呼ばれる潮流が一斉に登場し始めたのが大体この時期であったと。でもうちょっと話があっちこっちこう飛ぶような形になって申し訳ないんですけれどもでここで一つ構造主義の問題。でこの構造主義の問題をどういう形で捉えるかっていうのはこれまたいろいろ議論があって難しいところだと思うんですけどここで一つなのは
まあ、この言葉は必ずしも構造主義に対してだけ使われた概念ではありませんけれども、やはり構造主義も、そこに含まれる非常に重要な、概念だと僕には思われるんですけれども、その言語論的展開、リングイスティックターンという英語の、翻訳ということになるわけです。で、一言で言うとこの20世紀の全般、これは言語論的展開の問題っていうのはこの時期に急に現れたわけではなくて、20世紀全体の人文社会科学の流れの非常に重要な基本的、傾向というふうにも考えることができると思います。じゃあ言語論的展開っていうのは何かっていうと、要するにその人間の精神活動や人間の意識の活動というものをその言語とつなげて考える、言語とつなげて考えると当たり前じゃないかっていう話になっちゃうんだけどつまりその精神とか意識とかってあるいは心でもいいかな、そういうものというのがそれ自体として純粋に取り出しうると考えることが誤りであると。むしろそうした意識や人間の意識や精神や心の働きというのは常に言語的なものとして現れてくると。むしろもっと極端な言い方をすれば、人間の意識や精神や心の働きというものをむしろ生み出すものが言語であると。つまり言語の方が先にあって、その言語によって人間の意識や精神や心というのは作られるんだというふうにむしろ考えるべきではないかと。だからここでいう展開っていうのは、その意識や精神というものは先にあって後に言語が現れるというんではなくて、言語の方がむしろ先にあって、その言語によって人間の意識活動や精神活動が可能になると。言語と意識や、言語と意識と仮に簡単に言ってしまうと、言語と意識の順序というのは意識があって言語ではなくて、言語があって意識なんだという順序で考えなければいけないというのが、非常に単純化して言えばこの言語論的展開の一番要になる考え方だと思うんですね。こうした考え方が出てきた背景にある問題、これがおそらく言語にとって美とは何かにおける言語論の問題にもつながってくると思うんですけれども、これ先ほどちょっと名前を挙げた1966年に出版されたミシェル・フーコーの「言葉と物」という本、極めて難解な本で、もう読むの本当に苦労する本で、私もよく分かんないところいっぱいあるんですけどね。ただ非常に大雑把な言い方をすると、その言葉というものが物、あるいは物を表彰するという言葉の作用というものがそれぞれの時代ごとにどういう形で現れているのかっていうのをなんていうのかな、フーコー風に言えば考古学的に掘り起こすという、そういう仕事だったんじゃないかな。だから人文科学の考古学っていうふうな意味合いを持ってたんだと思います。例えばそのルネッサンスという時代だから15、16世紀ということなんですね。15、16世紀に言葉と物の関係っていうのが、どういうふうになっていたか。例えばここに言葉があると、ここに物があると。じゃあこの言葉と物というのをルネッサンスの時代だったら何が結んでいたのかっていうと、フーコーによればこれは類似だと。アナロジーであると。類似という形で、つまり言葉と物が形の上で似ていると。だからルネッサンスの頃にグーテンベルクの印刷技術が始まるわけですけれども、その基本的にこのルネッサンスへ至る時代、まだ写本の時代ですよね。本を手で写すと、言葉を。でその時写本って見てみると分かるわけですけど、文字を非常になんていうのかな、装飾的に扱うというか、
まあ、もちろん普通に書かれてる部分っていうのは普通の文字で書かれるんだけども、必ずこう始まりのところは装飾文字の形にする。つまりその文字を文様化することによって形としてあるいはイメージとして表される、ね、でその文字の形そのものがものの形と相通ずるようなイメージを作り出す。これヨーロッパの場合あれですよね、アルファベットっていう標音文字なわけですよね。だから標音文字は本来物の形とは絶対似てるはずないんだけれども、その標音文字の場合ですらもがその物の形と文字というものをこう類似させるという形で、まあ我々ね漢字文化圏だとこれ非常に分かりやすいわけですよね。漢字の場合っていうのはこれまさに象形文字なわけだから、これはもうアナロジーで出来上がっていると。ちょっとこれは脱線めですがそれを非常に羨ましがった連中がいたんでね、我々がアジア人が象形文字を使っていると。これは1960年代のフランスの一番前衛的な文学グループでテルケルっていうグループがフリップ・ソレルスとかフリップ・ソレルスの奥さんがジュリア・クリステバという思想家だった。でこのソレルスなんかがすごく中国に憧れるわけですね。なんで中国に憧れるかって象形文字使ってるから。それは要するにソレルスの考え方なんかだと、要するに我々ヨーロッパの文化というのは標音文字という一つの権力によってこうガチガチに拘束されてしまっていると。でこの標音文字権力によるこう支配というものを我々は何とかこう脱却したいというふうな、そういう問題意識で中国に憧れるという。あの頃面白いんだけどフランスの最先端の文学者とかね思想家たちがマオ派がすごく多いですよね。毛沢東派がね、アルチセルがそうですね。で今言ったフリップ・ソレルスとかテルケルのグループも大体そうで、非常にマオ派が多い。でこれね、理論的に毛沢東に共感したわけじゃ僕はないと絶対そうじゃない。やや理論的に共感してたのはアルチセルだけだと思うんです。アルチセルは確かに実践論矛盾論を通して、ね、毛沢東の理論にある程度共感してたんだ。他のフランスのマオ派の連中って毛沢東の理論に共感してマオ派だったわけじゃ全然ないと。ある種の今言ったようなそのヨーロッパ中心主義の相対化の手段として中国っていうものをイメージとしての中国を考えていた。で例えばソレルスの場合だとそういったようなその標音文字権力に対する象形文字っていうか中国文字の持つ異質性っていうか以下効果みたいなものを考えてたっていうようなところがあるんだと思う。ちょっと話戻しますけれども、ルネサンスだとそういうふうになる。でこの後今度はフーコーの言い方だと古典時代という、これ17世紀ですね。大体17世紀から18世紀と。でここでじゃあ言葉と物というのはどういう関係になるかっていうと、これがこの表彰、記号と言ってもいいのかな。一番典型的なのはこれ数学あるいは数式と言った方がいいのかな。この古典時代、今まで17世紀18世紀の古典時代一番代表する思想家っていうのは今までのデカルトになるわけですね。じゃあデカルトが何をやったかっていうと、要するに数学的方法をもって自然現象っていうものを全部その数学的表彰、数式的表彰によって表現する。例えばこういうやつですよね。もう忘れちゃったけど y=fx というこういうグラフ、こういう形でこれは一つの現実の世界の中で運動、ある物理的な運動になるわけで、その運動が y=fx という数式とがこういう形でのその座標を伴った図式のグラフの形で表彰されると。これは古典時代の言葉と物の関係だというふうに、フーコーは言うわけですね。ところがこれが19世紀になると大きく転換をすると、この17、18世紀の古典時代のこの言葉と物が数式的表彰というか記号によって
結びつけられているのに対し19世紀に入ると言葉というものが大きく変化をする。じゃあどういうふうに変化をしたのか。ここで出てくるのは労働生命言語っていう言い方になるわけですよね。労働って何か。ここで言うフーコーが言う労働ってのはもちろん労働っていうのはここでいわゆるマルクスが言うところの労働みたいな意味も含んでます。ただここで労働という言葉あるいは生命という言葉とつなげられた形でフーコーが言っているのは人間の内なる活力っていうかバイタルなものそういうものが先にあってそれが外側に向けて表出をされる表現されるという図式。別の言い方をすればルネサンスの時代の類似で言葉とものが結びつけられるあるいは古典時代における数学的表象によって言葉とものが結びつけられるこの表象にしても類似を表す言語にしてもこれは表現言語じゃないわけですね。表現言語じゃなくてある種の広い意味における記号的シンボル的な、表象言語っていうか、記号言語象徴言語そういうものであると。だから別な言い方をすれば今言ったようにこれには表現という要素はほとんど全くと言ってほど含まれていないと。つまり人間の内にあるものが外に向かって表現されると。表現という言葉英語で言うとエクスプレスですよね。エクスプレスっていうのは押してブチュッとちょうどまんじゅうをギュッと押すと中からブチュッとあんこが飛び出すとあれがエクスプレスなわけですよね。そうすると内にあるものが外に向かって発出される、飛び出ていくというのが表現という言葉の意味になるけれども実は18世紀以前ヨーロッパこの場合はヨーロッパを例にとってということになるわけですけれどもヨーロッパを例にとっても18世紀以前の言語観の中では表現という要素はほとんど皆無であったというのがこのフーコーの言葉とものの一つのポイントになるんだと。ところが突然19世紀に入ると言葉というものをめぐって全く違う考え方が出てくる。それが表現と。言葉というものを人間の内にあるものが言葉という手段を通して外側へと発出されるっていう形の言語観が出てくる。でそれを表す概念が労働であり生命であると。つまり逆に言えば労働というのは人間の内にある生命あるいはその生命をさらに広げていけば精神とか意識とかっていうふうにもなっていくかもしれない。そういうものがあらかじめ人間の中にあってそれが言語という手段を通して外側へと表現されていく。そうするとそこでどういうことが起きるかっていうと例えば典型的なのは文学の読み方の変化だと思うね。ちょっと話が脱線するかなでも脱線しないと思うんですけどねあれこの頃本当に急に固有名詞が出なくなるこの現象困ったもんだね本当に。グーテンベルグの銀河系書いたの誰だっけマクルーハンごめんそうですマーシャル・マクルーハンです。一時ブームになったマクルーハンの、代表的なテクストとしてグーテンベルクの銀河系という本があるけれどもその中でちょっと今のねフーコーのと重なるところもあるしちょっと別な問題でもあると思うんだけれども僕にとっては非常に興味深かったことを一つマクルーハンがこの本の中で言ってるんですね。それは大体ルネッサンスから中世の終わりからルネッサンスそして印刷術ができたあたりで人類の本の読み方が変わったと。どういうふうに変わったかと。ものすごくこれ単純なんですね。音読から黙読に変わった。つまり逆に言えばある時期まで人間は本を読むとき必ず声を出して読んでた。ところが印刷技術が導入されてその印刷された本が大量に市場に出回るようになって以降人間は声を出さずに黙読するようになった。でこの音読から黙読への変化というもの
ここに実は言葉というものの捉え方の先ほど言った変化というものが大きく投影をされていると。音読の時我々はその言葉というものを音として捉えるわけですよね。で音として表現されたってどう言ったらいいかな、音として現れ出たものとしてあくまで言葉を捉えている。だからその時その言葉の特に音と結びついた言葉の持っている響きであるとか韻律であるとか、そうしたものが言葉の重要な要素として常に意識されている。もう最近カルタもやらなくなったからもう我々は本当にないですね。相見ての後の思いに比べれば昔はものを思わざりけりってこう百人一首でね、これがむしろ普通だったわけですよ。音読っていうのはこういうことだったんですよね。だからここでイントネーションとかね、音、韻律、そういったものを含みながら我々は言葉を書いている。ところが頭の中で相見ての後の思いを比べれば昔はものを思わざりけりというふうに声を出さ、今声を出しちゃったけど本当に声を出さずに黙読するとどういう読み方になるか、作者の意図とかそこで何が作者によって表現されようとしているのか、我々は必ずそういう読み方になるはずだと思うんですよね、黙読と。つまり言葉の向こう側にあるもの、言葉の向こう側にあるものを探ろうとするという読み方になっている。つまり内面的な読み方、あるいは作者の内面を探る読み方って言ってもいいかな。先ほど言った表現、言葉を表現として考える、捉えるっていう言語観は必ず文学的テキスト、文学だけじゃないかな、テキスト全般、言語テキスト全般の読み方に関して言うと、必ず言葉の向こう側にある作者の意図や作者にそこに表現されている作者の内面を読み取るっていう読み方のへの変化というものを生み出していく。これと先ほど言った表現的言語を表現として見るという見方っていうのは同時並行的に起こっているはずだということだと思うんです。でこれが19世紀以降の、基本的なスタンダードの言語観になっていった。で我々はこうした言葉というのは人間の中にあらかじめ存在している言葉以前の形で存在しているその意識とか精神とか、総じて内面的なものというふうに文学的に言えば内面的なものというふうに言われていたもの、それを、表現することであるという言語観が当たり前のこととして定着をしていった。だから僕ら学校の国語の授業やなんかでもね、常に作者の意図は何ですか、ここで何が言われようとしてるんですかっていう、必ずそういう教育を受けましたよね。これはそういう19世紀的な言語観というか表現言語観って言ったらいいかな、言語表現観というか、そういうものから導き出された一つのテクストの読みっていうか、読みのスタイルというものと結びついた発想であると言っていいんだと思うんですね。さて、そうした言語観というものが19世紀に特に19世紀を中心にして出来上がっていった。ちなみにこれまた脱線ですけど、日本の場合だとかなり遅くまで音読の習慣って残ってますよね。昭和の初めぐらいまであったんじゃないかな。ちゃぶ台を囲んで、特に新聞ですよね。一家の長が家族に新聞を声を出して読んで聞かせると。この辺り近代読書論とか近代読者論みたいな形でいろいろ今研究が出てますけれども、そういうものを見るとどうも昭和の初めぐらいまではちゃぶ台を囲んで一家の長が家族に声を出して新聞を読んで聞かせる。でその証拠として昭和の初めぐらいまで新聞ってみんなルビが打ってあるんですね。必ず相当ほとんどの言葉、ほとんどと言っていいくらいに漢字にルビが振ってある。
これは逆に言えば音読をした証拠というふうに考えていいんだろう。今新聞にはもちろん難しい言葉にはあるけれども、ほとんど基本的にはルビないですよね。それはもう新聞も黙読されるようになっている一つの証拠であると言っていいと思うね。さて、そうした言語感というものが成立した。で、こうした言語感というものはフーコーの考え方で言えば、さっき言ったように労働論で、例えばここのところですぐ思い浮かぶのがデイビッド・リカードの10日労働価値説。リカードはこういう考え方したわけですよね。商品というものが含んでいる価値というのは、そこにどれだけの労働価値というものが注ぎ込まれているか、投下されているか、これまさに表現の構図ですよね。つまり人間の労働というものが商品に向かって注ぎ込まれることによって、その商品の価値が生まれると。つまり商品の価値に向かって労働がいわば表現されると。これがリカードの10日労働価値説。その意味ではこのリカードの10日労働価値説と言語表現観というのは全く思想的には同じ構図の中に収まるというふうに言っていいと思うんですね。それからフーコーはもう一つ生命、さっき生命って言ったけど、生物学もやっぱりそういう考え方で、要するに生命ってものがあって、その生命がさまざまな形に進化の過程で形を変えながら表現されていくという形で、生命学も生物学、生命学もまたこういう広い意味における表現的な構図というものの中で取る。それで労働生命言語という言い方になったわけだけれど、こういうものが近代、ヨーロッパの19世紀に完成するヨーロッパ近代の、基本的な世界観の土台を成していた。ところが実は19世紀の最中においても、こうしたその表現的な言語観、表現的な世界観と言ったらいいかな。これだからこういう考え方ができた背景にあるのは、人間というものを中心にして考えると、人間という存在、あるいは人間というよりももっとこの場合そういう表現の担い手っていう意味では主体と言った方がいいかもしれないね。主体という形で人間を、主体っていうのはもう常にこう表現する主体なわけですよね。主体という形で人間が捉えられるときには、主体というのは常に表現の担い手として現れている。つまり主体の中にあるものがこう表現をされるっていう形で、例えば労働する主体、生命の主体、言語の主体、表現の主体という形で、主体というのはまさにその表現の担い手という、先ほどから言ってる表現という構図の中にあるそのこう表出運動の担い手という意味合いが主体という言葉の意味合いと言ってもいいんだと思うね。ところがもう19世紀に実はすでにこうした主体表現というふうな構図に対してその批判的な見方っていうのが出てきて、じゃあその批判的な見方の最も重要な担い手がマルクスだ。マルクスは承知のようにリカードの10日労働価値説を批判し、粗雑な議論だとね、マルクスも労働価値説でね、リカードと大して変わらないんだみたいな議論がよく経済学者が言われるんだけど、これは大きな間違いで、リカードの10日労働価値説とマルクスの労働価値論というのは実は全く違うんだと僕は思う。むしろマルクスは労働を一つのこう表出表現として捉えるような見方を批判するために彼の価値論というものをむしろ展開をしていると。で、じゃあマルクスの価値って一体何かっていうと、言うまでもないはずこれ交換価値なわけですね。で、交換価値というのは
実体としての価値ではないわけですね。商品の中にある実体として価値があるということではなくて、そのある A という商品と B という商品が交換をされることの一つの事後的な結果として出てくるもの、あるいは事後的に明らかにされるものとして価値というものが初めて明らかになる。だからマルクスの考え方だと、実はそのあらかじめ労働価値というものがあって、それが商品価値に表現されるという考え方にはならないわけですね。むしろ逆であって、商品と商品が交換をされる事後的な結果として労働の価値というものが浮かび上がっている。その時浮かび上がっている労働の形が抽象的人間労働という。でこの抽象的人間労働、あるいはマルクスも資本論の中でその商品の価値って抽象的人間労働のその凝結した形であるというふうなちょっとこう誤解を招きやすい言い方をしているんだけれども、実はそうではないんだろうと。表現という意味で使ってるわけではないと。この辺りちょっとあんまり深入りすると少しあれなんですけども、実はこうしたマルクスの問題、実はもう一人こういう価値の問題をめぐって表現っていう回路から価値という問題を捉える捉え方っていうものを批判したもう一人思想家がいます。それがニーチェという思想家だから19世紀においてマルクスとニーチェは最初のその表現的世界観に対する最初のそして極めてラディカルな批判者として登場した。ただしこのことの思想的意味が明らかになるのは実は20世紀に入ってからだと思うんです。僕はでその20世紀に入ってから明らかになる意味というのはこの言語論的展開の問題へとつながっている。こんなこと言うとちょっと乱暴だって言われるかもしれないけど、僕は言語論的展開というものをもし思想的な起源をたどっていくとすればやっぱりニーチェとマルクスだったんじゃないかというふうに考えています。ただ言語に関してこの言語論的展開、20世紀に入ってマルクスやニーチェがやろうとした表現的世界観、あらかじめ人間の意識や精神というもの、ある本質的なものというのは先にあって、そこから言語という手段を取って何かが表現されるというような構図に対するその言語観の側面におけるその批判というか展開というか変容というのが起きるのは20世紀に入ってスイスの言語学者であったソシュールが登場することによってであったと。でご承知のようにソシュールの言語観というのは吉本さんの言語にとって美とは何かにおける、主要な標的と言ってもいい。常にソシュールを仮想敵のようにしながら、吉本さんは言語論を展開していると。ただ吉本さん自身の意識とは別に僕らはそう単純にソシュールの問題と吉本さんの言語観というのを簡単に対立させるような読み方をしない方がいいのかなっていう気がしています。この辺は少し時間をかけながら考えてみたいところなんですけどね。ただちょっとここで先にそのソシュールの問題をちょっとだけ触れておくと、ソシュールはその言葉っていうもの、言語っていうもの、これいろいろ例えばこう言語を起こす語というものを単位という感じで、語というものを意味するものと意味されるものというものから語というのは構成されていると。でさっきが言ってるように表現的言語観だとこっちが先になるわけですよね。意味されるもの、そこで表現されているものがあって、これがあって意味するものが意味するものによって意味されるものが表現されて言語っていうものが成立するんだと。さっきから言ってる言い方だとこういう構図になるわけですよね。そうね、
これはそうだな、最近言ってたデリダっていうフランスの哲学者なんかが言っている問題ともつながるかな。ジャン・ジャック・ルソーという思想家がね、フランス革命のイデオログとある意味では言ってもいい人だ。でルソーが言語起源論っていう本で、これについてはレヴィストロースが実は論じてるんですけれども、どう言ったらいいかな、この言い方するとあれだけど、できれば言語はなしで済ませたかったって言ったらいいのかな。つまりね、人間の心の世界とや意識の世界というものを言葉を使って表現した時、どうしても間接的になるわけですよね。でそうすると言葉によって実は心や意識の世界、人間の無垢な心や意識の世界っていうのはねじ曲げられてしまうっていう考え方が出てくるわけですよね。言葉を使えば必然的にねじ曲げられたり間接化されてしまう、ストレートなその表現でとしての性格が失われてしまう。だから本当は言葉というのはなしで済ませたい、でもないとやっぱりちょっとこう表現できないから困るんだけれども、本当はなしに済ましたい道具と、こういう考え方が実は表現的な言語観というもののこう究極的なところで出てくる。ルソーの言語観なんかを見ているとそういうものを非常に強く感じます。できれば言語なしで済ました方、つまり我々の中にある心や意識というものが言葉という媒介なしに相手にストレートに伝われば一番いいはずだと。そうすれば絶対に人間と人間のこう理解というのはもっと深まる。言葉なんてものがあるから、生地言葉なんてものがあるからね、その本当の意味での真のコミュニケーションが阻害されてしまうというような。ちょっと脱線ついでに言うと、これは19世紀の考え方だと、できれば貨幣なしに済ましたいという貨幣否定論ともつながるわけですね。貨幣などというものが人と人との間に介在するから社会はおかしくなるんだ。だからできれば貨幣なんかない方がいいと。この考え方の一つの典型が、プルードンかな。ジョセフ・プルードンなんかの考え方はそういう。でこの貨幣否定論っていうのは19世紀のある種の社会主義っていうかね、共産主義的な考え方の一つの傾向であったと言っていいと思う。貨幣をなくせば社会はもっと良くなる。でこの貨幣をなくせばもっと社会は良くなるっていう考え方と、できれば言語なんかない方がいいっていう考え方はどっかで共通していて、人間の内面的なもの、心の世界というものがストレートに表現、透明に表現されればされるほどいいんだという考え方、その果てに出てくる考え方だと思う。でそれが表現的な言語観、表現中心的な言語観というものの一つの行き着く果てであると僕は思うわけですけれども、ソシュールの言語観は実はそれとは全く違う形についでに言ったさっき貨幣否定論と言ったけれど、じゃあマルクスはどうだったんだっていう話になると、僕マルクスは単純な貨幣否定論だったとは思えない、ね。もちろん貨幣というものが資本へと転化する中でその資本主義社会の病理というものが生まれるっていうことはもちろん言っているわけだけれども、しかしプルドンがやったような、あるいはある種の議論がやったような非常に単純な貨幣否定論をマルクスは展開しているわけではないということは僕は押さえておく必要があると思います。ちょうどそれと同じような意味でこのソシュールの議論も非常によく似た。でそしてどういうことかっていうと、これ非常に単純化した、言い方なんでなんですけれども、例えば
まあ、この犬とか猫とか馬とか羊というで今ちょっとここにそれぞれ点を打ったのはこれは一つ一つの音っていう意味で犬、猫、馬、羊というふうにこれそれぞれの音であるということをちょっと強調したいためにそれぞれの点を打ってあります。で我々は犬っていう言葉っていうのは、まあ、ここにその犬のイメージというものがあってここには猫のイメージというものがあって馬のイメージというものがあってそして羊なら羊というもののイメージがあってで、まあ、これが指示対象言葉の指示対象とも重なり合うとでそれが意味されるものであるとだからこういう指示対象とその意味されるものというのが、まあ、いわばこう二重に重ね合わせる形で、それぞれの言葉に意味というものがあってその意味が犬という音であるいは馬という音で羊という音で猫という音で表現されているというふうに普通考えるわけですよね。言葉っていうのはだから意味というものがすでに内在していると。何らかの形で言葉その語それぞれには意味されるものというのがすでに表現される前に先立って内在されていてそれは具体的に言うとそれぞれのイメージと重ね合う指示対象その言葉によって指示されているもの指示対象というものが意味内容であると。ところがソシュールは全然違う考え方をするわけですね。これ犬という音、猫という音、馬という音、それぞれここには音の違いがある。ここにも音の違い。犬という音と猫という音と馬という音とそういうその音の違いというの。ソシュールはとりあえず我々が犬とか猫とか馬とかっていう言葉を使った時にそこに存在しているのは音の違いだけだ音の違いだけが存在しているという考え方をするわけですね。でこの音の違いが存在しているのはもちろんここのレベルということ意味するもののレベルつまり意味するもののレベルで音の違いが実は存在しているだけである。そうするとじゃあこれはどこから生まれてくるのかっていうと実はこの音の違いがこれを生み出すんだ。これ一番分かりやすい言い方で言うと交通信号を考えてみれば分かりますよね。赤と黄色と青と、まあ、青なのか緑なのかあれはいつもよく分かんないけどまあ青としときましょう。で赤という色それから黄色という色青という色それぞれのその赤という色に止まれという意味それから黄色という色に注意という意味がそれから青という色に進めという意味が、まあ、含まれていると我々は考える。でもよく考えてください。赤っていう色にもともと止まれって意味なんてありますか？ないよ。ありませんよね。赤は赤でしかない。黄色は黄色でしかない。青は青でしかない。じゃあ、赤という色が止まれという意味を黄色という色が注意という意味を青という色が進めという意味を持ち得るのは何かっていうと実は赤と黄色と青という色の違いから来ている。つまりもともとそれぞれに意味がある。まあもちろんその約束事とかね慣習約束事とかそういうことはあります。でただその非常にこう理念的に突き詰めていって一番この起源の場というものを考えた時つまりまだ約束事も存在しないような起源の場というものを考えていった時にとりあえず存在するのは違いだけではないかと。まあ、この場合信号の場合だったら色の違いということになるけれども、この場合だと音の違いですよね。とりあえず起源の場というものを考えてみれば音の違いしか存在しないじゃないか。
つまり犬というそのある具体的なイメージがあるわけでも、それからそれによって支持されている支持対象があるわけでもない。あるのはとにかく音の違いだけっていう場面を、起源の場面をソシールは考えるわけです。そしてその音の違いが結果的には犬という言葉の意味を、猫という言葉の意味を、あるいは馬という言葉の意味を。だから犬という言葉が犬という意味を持つのは、その起源的に起源の場で言えば、それがもともと犬というイメージや支持対象と結びついているからではなくって、犬という音を含む一つの記号であると、一つの音のまとまりとしての記号であると、記号としての意味するものであるということだけしかない。そこから意味が生み出されるんだという形で、この意味するものと意味されるものの関係を全く逆転させちゃったわけですね。あんまりこの話も深入りしていくとあれだけれども、これが言語論的展開の一つの出発点であったと。つまり何かっていうと、要するに言語論的展開というのは、意味されるものと意味するもの、言語っていう場面に即して言えば、意味されるものの意味するものに対する優先というか先行性というものをひっくり返す。つまり意味するものの方が意味されるものに先立って先行する形で存在して、存在するっていうか先行する形で、むしろ意味するものが意味されるものを逆に生み出すんだと。いいです。はい、どうぞ。さっき言われたその19世紀の表現的言語論っていうのは割とイメージで分かりやすいですよね。心が言語になる。でソシュールはそれをまた逆転させたっていうのはその意味合いっていうか、言語的表現的言語論っていうのは分かりやすいと思うんですが、ソシュールはそれを逆転させなきゃいけないような20世紀のその何かがあったんですか。おそらくこれは非常にいろいろ難しい問題、人間っていうものに関する多分問いという問題、人間に関する問いの問題がそこで出てくると思うんですよ。でその19世紀ちょっとおさらいみたいな言い方になって申し訳ないんだけど、近代が17世紀に始まった時に、先ほどデカルトの名前出しましたけれども、デカルトが言った有名な言葉、我思うがゆえに我ありと。でこれはその思う、つまり意識の作用あるいは思考作用というものによって人間の存在というものが証明されると。でこれがさっき言った主体化っていうことの一つの土台だと思うんですね。でこの主体化によって人間は、いわば神に代わる形で世界の主人公になったわけですね。でこのこうした主体としての人間の在り方の中から、例えば近代デカルトによって作り出された近代的な世界観として、自然と人間というものを全く別なものとして捉える、私の師匠の広松渡という先生の言い方で視覚二元論というか、意識対象、意識作用、意識主体という三構図式という言い方も広松さんはよくしたけど、そういう形での近代的な主客二元論に基づく意識するものと意識されるものの関係というものによって世界を捉えると。であくまでそこのところで主人公であるのは人間であると、意識する人間というものを主人公に置く、中心に置くという。でこの考え方が近代的世界観あるいは近代的人間観というものの出発点になったわけですね。でそこから18世紀19世紀へと巨大なその近代世界の進歩発展というものが成し遂げられている。ところがその進歩発展の過程の中で一つのそのパラドックスというかな、逆転
反転が起きるわけですね。それは何かっていうとそれをマルクスが僕は明らかにしようとしたんだと思うんだけれども、主人公であらずの人間というものがいつの間にかむしろ人間が生み出したものによって生み出したものとしての例えば資本制というシステムあるいは官僚制という政治システム、文化全般もそうかもしれない、科学技術もそうかもしれない、さまざま人間が自ら主人公として生み出したものに逆に支配をされるという逆転が起きていく。でその中で一番こう凝縮された形でそれが出てくるのは人間の存在、これはマルクスが資本論として明らかにしたけど人間の存在が労働力として商品化されるという問題だったね。でその瞬間人間はその資本の循環の中の一要素としてシステムの中の一構成要素に組み込まれるっていう形になるわけです。つまり人間が主人公であるっていうことはもはやフィクションに過ぎなくなっていく。あるいは別な言い方をすればさっきの言い方でそのデカルトの考え方を土台にした世界っていうのは一つのその非常に合理的な人間のその理性というものと世界の合理性というものが一つにつながっている、あるいは一つの調和というものを形作るというようなそういう世界観になると思うんだけど19世紀の例えば資本主義社会というものになるとそういう形の社会と個人の関係っていうのはそういう調和ではないですよね。もはや社会と個人っていうのは分裂をし矛盾をし対立をしあるいは社会が個人を抑圧しというふうなそういうねじれた関係にならざるを得ない。つまりおよそ人間というものをめぐって近代社会近代世界というものが考えていたようなその構図というものが全部変わっていかざるを得なかったのは19世紀の特に産業資本主義の発達の過程の中で生み出された19世紀社会の在り方、そういう中での人間の在り方、あるいはその人間の生み出すさまざまな制度やシステムや組織や集団の在り方だったんではないか。で、これが直接つながるかどうかなんだけどソシュールがジュネーブ大学で彼の一般言語学講義やってた時期ってほぼ第一次世界大戦の時期と重なるんですよね。ヨーロッパの今言ったように19世紀の、ある意味でのその非人間化って言ったらいいかな、脱人間化の行き着いた果てに現れた一つの象徴的な出来事っていうのは20世紀の開始を告げる第一次世界大戦という最初の世界戦争あるいは総力戦で、ここではもうまさに徹底的に人間が非人間化されざるを得ない状況が明らかになったわけですよね。エリヒ・レマルクの西部戦線異常なしの中に描かれている塹壕の兵士たちの様子と状況、これはまさに20世紀が生み出した脱人間化非人間化の一つの極みと言ってもいい現象なわけだけれども、そうした中で人間というものの位置あるいは人間と世界の関係あるいは人間と社会の関係というものは全部根本的に変わらざるを得なかった。その変化っていうものが僕は一つ背景にあると思うんですね。で、ちょっと今日あんまりもう時間がないんであれですけれども、こうした中で出てきたのがその必ずしもソシュールがそうだったという意味ではなくて、言語を一つのその非常に何ていうかな割り切った形で言語をこう一つの記号という道具としてさっきの表現的言語観の中でも言語道具観みたいなものがあったんだけれども、もっと徹底した形で言語機能説っていうか言語道具説というかそういうふうな考え方が20世紀になって一つ出てきたんだと。例えばこれは言語の問題とは必ずしも
直接はつながらないんだけれども、現在のコンピューターサイエンスなんかにつながるようなこのその起点にあるのはサイバネティクスっていう理論がありますよね。でこれは例えば心理学っていうか人間の精神理論みたいなところで行動科学みたいな考え方ともつながっていく。極めて機械的な形で人間の行動であるや思考やそうしたものを非常にテクノロジカルにというかシステマティックにというかそういう形で縮減して単純化してそういうものの相関関係として社会というものを考えていく、そういう中からいわゆるシステム理論とかシステム社会理論みたいなものも出てくるわけだけど、こういう傾向もやっぱりそういう先ほど申し上げたような脱人間化や非人間化という流れの中で一つ出てきたもんだと思うんですね。ただその一方で実はもう一つ言語に関して申し上げておかなきゃいけないのは、そしたら先ほど言ったような19世紀における非人間化脱人間化あるいは世界人間と世界の調和的関係の解体というふうな状況の中でもう一方の極として出てきたのがどういうふうに言ったらいいんですかね。これが吉本さんにおける私的言語の問題とも重なってくるんだと思うんだけれども、言語というものを徹底的に指示性や機能性というものから切り離して、どういう言い方がいいのかな、私的言語いや純粋言語かな、一切の指示性意味性というものを持たない言語というものへと言語を純粋化していこうとする思考というものがそうした社会的な趨勢に対する一つの抵抗の表現というか、あるいはその抵抗の拠点としてそうした一切の指示性機能性道具性を持たない言語の追求というものを通して社会産業資本主義的な現実あるいは非人間化脱人間化の現実というものに対するクリティカルな根拠として言語というものを求めていくという傾向も出てきたんだと思うんですね。それが特に19世紀の後半に極めて進化された形で出てきたのがフランスの象徴主義文学、いわゆるサンボリズムと呼ばれる文学、これはボードレールから始まるわけですけどね。象徴主義の詩人の中で一番ある意味でラディカルだったのがアルテュール・ランボーという詩人になるわけだけれど、このランボーって人は18歳かな19歳の時にもう早くも詩を書くのをやめちゃってあっという間にこの詩の世界を過ぎ去ったような、一種の天才だけれども2冊だけ詩集残したわけですよね。一つが地獄の一季節という詩集ともう一つがイルミナシオンという、でこのイルミナシオンの方だったかな、地獄の一季節だ、どっちかに母音っていう詩があるね。そうそうそう、A という母音は苦労、これはこれ何宇田さんご存知ですかね、共感覚ってありますよね。それ吉本さん心的現象論でランプのあれをそうそうで19世紀の後半後、例えば象徴派の詩人とか、それから実は一部で音楽家なんかもそうなんですね。ワーグナーとか、それからロシアの音楽家でスクリャビンっていう作曲家がいますけれども、
こういう人たちの間で新しい芸術表現の手段としてこの共感覚がかなり意識的に使われるね。でランボーだと今言ったように母音には色があると。これ色と色彩と言葉音韻というものを結びつけると、これは明らかに意味的言語の世界とは全然違う世界になるわけですよね。スクラビンはスクラビンは音色旋律って言って旋律と色を対応させてある音が鳴ると緑とかね、ある音が鳴ると赤とかっていうこと、その色彩を描いた円盤を楽器の横に置いてぐるぐる回しながら演奏するというようなそういうようなやり方をしたりで、こういう試みが出てきたのが僕は広い意味でさっき言ったようにその言語の指示性とかね、その意味性ですよね。ある言語というのは明確な指示的な意味性というものをもはや持ち得ないような、一切そういう指示性意味性というのが切り離された、存在。じゃあそれはイメージなのか音なのか、必ずしも音とかイメージとかっていうものに一義的に還元できないんじゃないか、もっとこうなんていうかな、理念的な意味合いも含めて純粋言語というふうな意味合いで語られるべきあるもの、そういうものが特に象徴派の文学あたりから詩的言語の在り方として追求されるようになってきた。でもお分かりだと思いますけど、この問題が僕は吉本さんの自己表出の問題につながるはずだと思うね。なぜ吉本さんが言語の問題を自己表出、詩表出と自己表出という形で捉えようとしたの。詩表出っていうのは言うまでもなくある、今言った例えば言語の意味性ということになる。で、その意味性から逸脱するものとしての自己表出というものを言語というものを通して考えていこうとするとき、そこにあるのは僕はさっきも言ったように言語論一般というよりは吉本さんの詩人としての体験というものがそこに色濃く投影されてるんだと思うんですね。でそれは遡っていけば先ほどから言っているようなその19世紀近代のその表現的言語観は一見すると自己表出論とつながりそうに見えるんですけど、実は僕はそうじゃないんじゃないかと思ってます。でそれに関してね、一つだけ僕インタビューをした時に吉本さんが言った言葉で印象的な言葉があるんですね。それは自己表出ってことはせめて自動表出っていうふうに理解してもらいたいもんだと。自動ってオートマティックですね。だから自己表出っていうのは吉本さんの中で意識的に意図的にこう何かを表現するっていう意味合いで自己表出っていう言葉は必ずしも使われていないんです。むしろその言語活動全体の中のむしろ無意識的にって言うと変だけれども、ある言語活動言語の実践的活動のプロセス全体の中に必然的に内在する一つの要素として自己表出という言葉が使われている。でその先は意識的になる。その自己表出の部分というものを意図的に意識的に取り出していくときに、その時に初めておそらく文学的言語への道というものが開けていくんだという。ただちょっと今日まとまらない話で申し訳なかったんですけれども、その何が言いたかったかっていうと、吉本さんの言語にとって美とは何かがその吉本さんの中でのもちろん位置づけっていうのがあるんですけど、僕はここではむしろ今言ったような形での19世紀的なあるいは近代的な言語観というものに対するやっぱり吉本さんなりの一つのその再検討の試みというか、もちろん近代が生み出したその言語をめぐるさまざまな主張潮流というものとオーバーラップする部分もあるし、
そこから非常に外れる部分もあるし、それと対立する部分もあるし、何よりももう一つ詩人としての吉本さんということを言ったけれども、もう一つこの言語にとって美とは何かにおける吉本さんの言語体験というものを考えるとき、日本語という問題も考えなきゃいけないと思うんですね。伝統的な日本の言葉と。それは古く「古事記万葉集」から始まって、例えば宮沢賢治へ至るような日本語の伝統というものもこの言語にとって美とは何かの一つの前提としてあると、そういうものを振り返りながら、こう一つ大きな枠組みの中で一つ見る必要があるんじゃないかということで、ただ一つ今申し上げたようにどうしてもそこで一つの必然的なこの言語にとって美とは何かの中心的な概念としてこざるを得ないのがやっぱり自己表出という概念、これをどう捉えるかっていうのが一つ大きな問題に、ならざるを得ないだろうというあたりで、ちょっと今日雑白なお話で申し訳なかったんですけど、まずそのあたりで一つ締めくくりにさせていただいて、もし何かもしありましたらどうぞ。今福田さんがあるからでこのソチュールの人間論みたいなんですかね。で言葉ともの僕はほとんど読み切れてないんですけど世界認識のあれで吉本さん解説する中で逆にそこから読まないと分かんないでその中にですね、要するにミシェル・フーコーがさっきの人間論に関連すると、いずれ物の間に人間っていう概念で消えていくだろうと。そうですね。砂に消える言葉とものの一番最後の文章ですけどね。それに対してある意味で分かるという、文学でもそういう読み方ができるものがあると。ただそれに対してやっぱり吉本さんが今高橋さんもおっしゃったようにやっぱりそれに対するミッシェル・フーコーに対するアンチと言いますか、答えでもあるような消費論あります、かなり意識してやってらっしゃるんじゃないか、消費に対してもそうですけど、そういう意味ですごく面白いなと。あとだからさっきおっしゃったことでボケ論の中に吉本さんが言葉を覚える時に大事なものを失われていくっていう言い方をしてたんで、それがすごくさっき似てるなと思ったんですよ。おっしゃったなんですか言葉っていうものの表出の方が大事だけど言葉いらないんじゃないかそうです。できれば言葉なしで済ましたいと、言葉を覚えることへの悲しみみたいなね、そういうことってのはありますよね。アフリカ的な問題はいいかもしれないですね。だからそれは起源としての共同幻想のさらに手前にあるものだと思うんですね。ある意味では内臓的なものっていうふうに言うような、それはあるいは吉本さんのボケ論っていうかあれの言い方で言えば母子の最初6ヶ月間の母子の接触っていうふうなところで考えられているようなもので、そうですね。言語指示はないですよね、ほとんど。そうですね。だからそこでは指示性っていうのはないわけですよね。でも通じますよね。十分。だから指示性がないっていうことが、自己表出っていうここでは自己表出って使われてるけども、例えば指示性を書くっていうことは接触というね、触覚的世界みたいなものの指示性はないわけですよね。逆に言うと指示性を持つ世界っていうのは五感の世界でいうと視覚ですよね。一番中心的に言うと視覚を離れて聴覚あるいは触覚っていけばいくほど指示性っていうのはだんだん消えてきますよね。味覚や嗅覚もそうかもしれない。それはむしろボケ論的に言えば内臓的な、三木茂雄的にって言った方がいいのかな。内臓的なものとか。で僕はちょっとしばらく前から一つずっと考えてる問題っていうのは吉本龍明とフロイトなんですね。吉本とフロイトという問題をずっとちょっと考えてて、おそらくフロイトの読み方の問題にもそのあたりが関わってくるんじゃないかっていう気がするんですよね。これはむしろ心的現象論の問題になっていくのかもしれないけれども、
ただアフリカ的とか母系論の問題やってた時に必然的にやっぱりフロイトの認識っていうかフロイト的な欲望論っていうか欲動論っていうかそういうものとどういうふうに関わらしていくのかって問題も出てきそうな気がするんですけどね。だからいろんなのがうわーっとこう広がっていきそうでちょっと怖いですね。はい、どうぞ。古典時代の表彰が数式的表彰っていうのは、一般文法が数式化されるそうですね。だからポール・ロワイヤル文法がいわゆる一般文法として最初にできるわけですよね。あれがちょうど17世紀になるかな。ちょうどああいうものを考えてみればいいですね。一般文法そうだからフーコーも言ってるんだけど文法っていうか言語の捉え方も変わるわけですよね。だから18世紀17世紀18世紀の言語だと今柴崎さんおっしゃったように一般文法だと思うんですよ。これ普遍的なものだと。でそれに対して19世紀に入ると言語って言語学の一つの主流になっているのが比較言語学になるわけだからその民族という単位で民族という集団の単位でそれぞれこう違ったその言語の世界というものが生まれていくと。これ先ほどからの議論にどうつながるか少し難しいところがあるけれどもいずれにせよ古典時代のその数式的表彰の世界の一つの重要な要素がポール・ロワイヤル文法に代表されるような一般文法であったことは間違いないと思いますね。あとシニフィアンとシニフェっていう母系論では吉本さん必ずしもイジシャンとシニフェっていう言葉を使わなくてもいいんだって、そう言ってますね。そういうのを使うからちょっとおかしい分かんなくなるみたいな。あともう一つマルクスの自語性の交換価値ってところですけども、やっぱハイメージ論で確か近景だと思うけど、交換価値説に対してもう一回吉本さんがマルクスの労働価値説をもう一回持ってきて、あれ何言ってるかよく分かんないんですけど、そこ難しいですね。吉本さんの感じで言うとなんか交換から価値が生まれるっていうのじゃないんだ吉本さんはあんまりそう考えてないんだと思うんですよね。ただねそこのところあそこは本当にハイメージ論だけどもよく分かんないところで何度か読んだんだけどまだよく分からない部分があります。ちょっとちょっとこれ広げすぎたかなと思ったけどあそこのハイメージ論のところちょっと読み返さないといけないですね。確かにねあれは非常に難しいんだけれども今日の議論と吉本さんのねあれで言うとちょっと今日ほとんどこれ実際になる皆さんのお持ちだとどこになるかな1の言語の本質の2の進化の特性っていうところですね。進化の特性っていうところに表があります。これオグデン・リチャーズの意味の三角形っていう意味の意味っていう本ですね。ミーニング・オブ・ミーニングっていう本有名な言語論の本。オグデンは言語学者なんだけど I.A. リチャーズはあれは文芸学者だな確か。だからあれ言語学者と文芸学者の共同作業でできた本でなかなかその辺は面白い本でこのね三角形見ながら考えたんですけどね思想あるいは指示象徴と指示とこれね見ながら思ったのがもう一つこれも言っていくとまた無限に広がりそうでちょっと自分で言って怖くなるんだけれどもこうじゃないかと思うんですね。
こうだと思うんですよね。貨幣というのがあって、これ要するに相対的価値系で一番資本論の第一章のところの冒頭にある商品 A と商品 B の交換ですよね。でこれが A でこっちが B で、マルクスの言い方で言えば商品 A の方が相対的価値形態で、等価形態で、この交換自体のうちにもうすでに貨幣が含まれているっていうのがマルクスの見立てになるんだけれども、形の上で言うとこのまさにねこの三角形、に合わせて言うとすれば、これがいわば支持関係だとすると、ここまさに吉本さん風に言うと、この第三極として貨幣が出てくる、これが自己表出になるんじゃないかと、この図式で言うとね。でこれ何を意味してるかっていうと、こういう形で貨幣が外に排出されることによって今度は逆にこういう反作用が起きるわけですよね。で貨幣の持ってる価値によって相対的価値形態であるところの商品 A、それから等価形態であるところの商品 B の価値というものがあたかもこの価値からの反作用、この貨幣の価値というものが内在されるという形で、そうするとここに内在された瞬間、さっき言った表現的価値、表現的世界観っていうか表現的言語観と同じ構図がここで生まれてくるわけです。でもその前提にあるのは実はこの2つの関係からこの2つの間の単純な支持関係というものからいわばここであえて自己表出的っていう言葉を僕使っちゃいたいと思うんだけど、自己表出的に貨幣というものはこの2つの関係の外側へと排出をされる。ちょうどこれはその図で言うと要するに思想あるいは支持、というふうに書かれているというよりももうちょっと先にあるこの図かな。この図のここだと考えた方が分かりやすいかもしれないですね。もう2、3ページちょっと先にあると思うんですね。第2図になります。第2図だ。第2図ですね。第2図のここのところに当たるのかなって気がする。ね。だから要するにこの図で言うとここの部分だからこの指示とこう自己で対象像というのは現実対象とからさらに排出される形で像ってこれイメージですよね。だから実体ではない。それがこういう形で出てくる。そこが貨幣にちょうど当たるところになるんじゃないか。拡張論ですかね。はい。拡張論でしたね。そう拡張論です。拡張論のところに出てくる問題ですね。そうです。これに関してはもうかれこれ亡くなって6年になるけど今村仁さんのね第三項排除論っていう議論なんかもあったわけですね。第三項排除論は原型はルネ・ジラールっていうフランスの人類学者の議論だったんだけれども、要するに水平な関係から垂直な第三極が排除されるという構造ですね。あるいはこの吉本さんの指示表出と自己表出の関係っていうのをそういう形で読むこともできる可能性があるのかなっていうのをちょっと僕もそれも今実は考えてみたいなと思ってる。ずっと考えてるのはね、表現的言語観とそこからのソシュール的展開にそのマルクス的な貨幣論価値論の問題っていうのをもう一回重ね合わせるとどういうものが見えてくるかっていうのを、これまさに背面持論確かに問題なんですよね。それ僕はやっぱり背面持論で、吉本さんがやろうとした問題っていうのはかなりの部分そういう問題意識だったんじゃないかなっていう気がするんで、ちょっとそれも考えてみたいところだと思いますね。なんかだいぶ風呂敷広げて自分で宿題って抱えて問題があるなとか永遠に続きというの逃げられなくなるはい、というようなところでいかがでしょうか。よろしいですか。高橋先生。はい、じゃあまた
来月。で来月はもう具体的にちょっとテキストの中を少しもう少し逆に言うとどこまで読んでこい。はい、ですね、基本的には一気に第3章まではだから一応第2章まででどうでしょうね。逆に言うと第1章だけだとちょっと議論にあんまり膨らみが出なくなる可能性があるんで、第2章までということにしたらいかがでしょうか。はい、そうです。で、第3章が文学論で、個人的に言うと僕はこの言語にとって美とは何かで一番やっぱ面白いなと思うのは第4章の表現定義論のところですね。これはもう僕は唯一の日本近代文学史だと。日本近代文学史の本っていうのはそういうタイトルついた本はいっぱいあるんだけれども、本当に読むに耐える日本近代文学史っていうのはこれなんじゃないかと僕は思ってます。なんかその表出論に基づいた文学史っていうのは出てましたよね。誰かが編纂したどこだっけな、鈴木さんのかなんかでしたっけ。ああ、そうか、鈴木定美とでありましたね。そう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 。でも本当に基づいてるのかどうかよくわからない。ちょっと鈴木定美じゃあんまり信用できないな。いやだからね、僕はこれを表現定義論のところをやっぱり繰り返し読む方が僕はずっと面白いし、ここがすごく面白い。僕は本当に面白い。まあ実作がいっぱい出てくるっていうこともあるので、まあここをちょっと皆さんと一緒に読むのを楽しみにしてるんですけど。はい、まあちょっと遅くなりましたけれども、ありがとうございます。